ライジン33、7月2日、ここは沖縄アリーナ。 MMA2 戦2敗0勝のメインイベンター誕生です。悪運と呼ぶべきか、平本蓮です。今日勝って本当に時代を作ります、負けたけどでも負けてないです。日本総合格闘技界の鬼っ子。前世は結構組を狙っていこうっていう作戦だったんですけど、今回もそういうの取っ払って打撃だけできます。平本選手から参りましょう。はい、2戦2敗崖っぷち、分かってる平本蓮。きた、リミッター解除、早くも決まってる。オーナインモルヒネダクダク分泌開始。先生をもっとグラウンドでコントロールするから、決め技とか投げ技とかも一生懸命練習してるから問題ないです、さあ平本蓮が先に中央を取りました。左足前の構えです。逆に右足前のサウスポーの構えがこのたくましい体です。鈴木宏明です。いや、距離やっぱ近いですね。放ちました。ハイキック。距離感的にはキックだなっていう風には感じますね。なるほど。タックル警戒してる感じはしないですね、お互い。打ち合いに頭いってる感じなんですけど、ここからどう相手を裏切るかですよね。本当に焦らず自分の距離徹底して守って、練習中に意識してたことが全部出たかなっていう。ナイス。聞かしていけると思ったんですけど、いや勝とうと思って KO するタイミングをずっと伺ったっていうか、シンプルに鈴木宏明がめちゃくちゃタフでしたね。さあテイクダウン来た。引っ倒して上になってボッコボコにするっていうのが今回のこの仕留める作戦だったんですけど、テイクダウンディフェンスが思ったより強かった。必ずテイクが来ると思ったんで、レスリングの壁レスのきついスパートがやってきて、それがやっぱ試合中に出たっすね。もっと逆にテイクダウン来てくれる相手だったらもっと削れるんじゃないかなって。逆に次はレスラーとやるのが面白いのかなって。これも切りました。で1ラウンド目ああいう風に徹底的にテイク切れて、もうテイク取れないなっていう風に1ラウンド目で思ったと思うんで、2ラウンド目以降は全くテイク来なかった。こっち側だったからよかったですよ。コーナーあんな便利なんです。コーナーが一番便利だよ。ミドルキックです。また腹ですか。三日月ですよね。アッパーが素晴らしいコンビネーションです。相手はパニック。左だ。おい、上手先生。もう一つ骸骨のあたり。上松追っていく。蹴りがすげえ強かったっすね。キックからやってきた中でやっぱ一番蹴り強かったんじゃないかなと。相手左の側。右の蹴り、ワンツー、ボディ、ボディーブローすごい。すごいボディですね。わあ、すごい。手を狙おうかな。アデサニアのぴったりにしよう。アデサニアも別に蹴るのに無駄にいかないじゃん。倒しきるか。勝ったとしても結局なんか打撃の勝ち負けになってしまうと、平野選手にもちょっと倒すぞっていう意識もちょっと見せておいて、 MMA が見たい、まさにそんなところでしょう。これ勝っていると思っているということでしょうか。さあ3人目は平本の名前がコールされました。判定2対1、平本蓮が勝ちました。正直、へこんでるのは本当はあるんですけど、へこんでる暇がないって言ったんですぐ練習です。強くなるための練習をしたいと思います。MMA 甘くないからね。鈴木君、アマチュアシュートがやり直した方がいいよ。次は武天心終わって朝倉兄弟が終わって平本蓮の時代です。ありがとうございました。
積んできた徳を全て捨てましたね。レベルは高かったので、ただちょっと MMA としてはちょっと物足りなかったなっていうところは本音ではありますけど、手が来てくれたら切るだけで、僕は打撃しかやらないし、MMA だろって話です。打撃も MMA だよ。うわー、俺何年ぶりに勝ったんだろう。今日の一勝はすごく自分を強くしてくれたんじゃないかな。やってきたことが少し報われたような気がしたっす。僕は絶対 UFC でチャンピオンになるし、ライジンでもチャンピオンになれると思うんで、全然これからっす。まあチンピラ萩原ぶっ飛ばしたいっすね。とりあえずやっぱあいつ倒さないと意味ないと思うんで、その後成金サングラスですかね。いや、朝倉未来です。朝倉未来をぶっ飛ばして、そこでビッグマネーを稼いで、本当アメリカで自分の資金を広げていくための資金をあいつをぶっ飛ばして作りたいと思います。百花繚乱のスーパーアトム級ワールドグランプリ、真ん中で咲き誇るのはやっぱりレイナ。絶対負けない無冠の女王。ちまちま判定で勝つより KO でいった方がお客さんは面白いんじゃないかなとは思うので、新章突入、新しいエピソードが今日から始まります。スーパーアトム級ワールドグランプリに戦火のウクライナより参戦を果たしますアナスタシア・スベッキスカ。トレーナーや練習仲間たちの中には今戦場の最前線に立つ者もいます。グラップラーながら倒せる一撃を持つ選手です。ライジンスーパーアトム級ワールドトーナメント1回戦です。さあ負けたら終わりのノックアウトトーナメント、8人参加によるその1回戦第1試合です。赤いコスチュームがレーナ、そして長身です。169センチのアナスタシア・スベッキスカ。クランチングスタイルだなというふうに思ってたんで、前足を先にカーフで潰して、Я хорошо попадала в стойке, были хорошие акцентированные удары с моей стороны. Видно было, как она теряется от этих ударов, поэтому мы решили продолжить эту работу. そうですね、大きい相手とやるのは別にレナ選手は慣れてると思うんですけど、これですね。これですね。寝技も強いですよ。はい。タックルっていうよりも抱きついてくるっていうのも分かってたんで、決められない自信はすごいあるので。ボディ来てますね。いいボディだと思います。入った。チャンス。入りましたね。終わったなってちょっと自分で思っちゃって。立ってもいいぞ。立って蹴ってもいいぞ。立って蹴ってもいいぞ。立って蹴れって多分安倍さんが言ってたと思うんですけど、立って蹴ったら終わらないなって思っちゃった。ちょっと悩んじゃった。肘容赦なし。問答無用の肘の嵐。絡みついてくるので決められないけど、こっちもパンチ打てないというか、そっから一回ちょっとスイッチ切れたというか、離れるかしないときついですね。でもレーナも前足のもものあたりかなり腫れてます。足倍に腫れとる。左につなげたレーナ。恐るべし対応。うわー、お互い入った。アナスタシア選手がすごい足使って動いて止まらないっていう動きをされたからまとめれなかった。手を狙いに行ってますね。大振りにはなってます。はい。倒しました。左入った。ここで赤レーナ、ジャッジ番付は赤レーナ、確定勝者レーナ。本当にアナスタシア選手大変の中来ていただいてありがとうございました。めちゃくちゃ強かったです。У нас есть кому расти, куда расти. Однозначно я хочу продолжать свою спортивную карьеру.
っと欲張りすぎた。疲れたな。つなげたいなるわ。やったる。本当にいろいろ課題が残る試合にはなりましたね。やはり戦いたい選手は会見の時から変わらずというところでしょうか。この中で伊沢選手に勝てるのは私しかいないんじゃないかな。1ラウンドで倒していれば言いたかったのがありますけど、その名前は伏せたいなというふうに思います。もうでも当日はそんなにもう何も気にせず、あとはやるだけなんで、今から強くなることもないし、全力出すだけだなっていう感じです。2017年大晦日、てっぺんに立ったのは彼女でした。正直今回ってそんなに期待されていないと思うんだよね。しかしそれを覆せるチャンスです。カンナ選手、練習してたんですね。はいはい。カンナ選手仲いいです。けど今日試合だから、2人ともエンジョイ試合やりたいです。大晦日、レーナを下し一躍ライジンスーパートム級のメインキャストに浮上してきました。韓国プサンより日本へ格闘技留学もするコンポエチュモ、恐怖の子牛パクシュウ。拳を合わせます。右足前のサウスポーの構え。さあいつタックルに行くか朝倉環奈です。中央を取っているのがパクシーです。前蹴り、右入れた。今1ラウンドでもバーって1回切って右ストレート投げが疲れてしまう。右入れた。今顎がちょっとずれたよ。そうですね。そうですね。さあ遠い距離ですがどうか。ここも괜찮아。そうしっかりポイントもあります。ステップしっかり。アッパー来るところ、シングルレッグのタックルですが、ここも手首、そう手首、頭そうまずタックルが取れなかったじゃないですか。あと頭が中に入った場合の、処理がちょっとできてなかったんで、칸나가 테이크다운은 하지만 벽 쪽에 가서는 다리로 넘어뜨리는 테이크다운이랑 미유가 예전에 칸나랑 했던後ろ十字がため回転して戻そうというところ、戻さない。あれまたげば上取れカンナ上取れカンナ上取れよ。左、どっちいた。うわ体がぶれた。アッパーで顔を起こして、しかしテイクダウンに行く。クラッチしてその片足を引いてこいってカンナ。今までの試合で1本もタックル取れなかったことがほぼないんで、タックルが全部防がれちゃうとこういう展開になっちゃうのかなと思って、コーナーに貼り付け状態にされている。最後はねタオル投げようかと思ったぐらいなんでね。ちょっと今もいいパンチ、綺麗ですね。いやここもコーナーに押し込めて貼り付け状態でパンチ入れ替わってハイキック。その瞬間に崩れ落ちた。判定に入ります。ライジンスーパーアトム級グランプリ1回戦、朝倉環奈を下しパクシウが準決勝進出。よし勝ったフィジカルはもうやっぱり誰も負けないですし、優勝できます。만들어진 선수가 아니기 때문에 뭐 토너먼트라고 크게 생각하는 거고, 이제 이번에 이겼으니까 다음 거만 생각하고 또 준비하겠습니다. 음, ダメージがちょっと心配なんで、今後あんまりこういう試合が続くようならね、もう引退するしかないし。活手段なくされちゃうと余計なんかできなくなる。いやダメでしたね。でも全然取れなくて、勝ちパターン潰されちゃったんで、
じゃあもうしばらく休んでっていう感じですか、今の心境的に。そうですね、ちょっと休みたいですね。先のことはちょっとそこから考えようかしていやーいえいえ。女子総合格闘技 WMMA のリビングレジェンドライジン降臨、日本にやってきましたジェシカ・アギラー。王座陥落から105日です。ライジン女子スーパートム級前王者浜崎朱加、ゴールなんてわからない。でもまだ終わりじゃない。同じ時代を戦ってきた浜崎朱加とジェシカ・アギラー、ここで出会います。11年と5ヶ月ぶりに。同い年なんですけど、お互いよくここまで続けてたなっていうのと、やっと11年かけて止まってた時間が動き始めたんだなっていう、なんだろう、不思議な感じはありました。悩むなよ、行くよ、思い切っていくぞ。さあその戦いが始まりました。まさに11年5ヶ月越しのゴングです。さあテイクダウンできた、いきなり倒してきました。いつも結構後手に回ることが多いんで、結構スロースターターのところもあるんで、今回はこう自分のペースを最初から作って前に出続けるっていうプランでした。ここはまだ静かな形です。まだ動きません。しかしポジションをしっかり取っています。さあ立ちましたね。立ち上がり際、左入れた、一つ入れましたね。 My game plan was land. I wanted to knock out, keep distance and catch. 相手も強い右があるんで、そこから警戒しながら、自分のパンチ当てれる感じもあったし、喧嘩四つなんで蹴りも入るから出していけっていうふうにセコンドに言ってもらってたんで、積極的に出してはいました。腹効いたぞ、腹効いてるぞ。アギラー選手。効いた。チャンス。内臓えぐった。パンチの連打。1ラウンドで決める。決まんじゃない？サイドフック。さあまだ時間はあります。蹴りがちょっとお腹ボディ効いたんで、そこをチャンスと思って詰めて、決めれなかったですけど、タフでしたね。Kind of got me a little in the liver, and I went back and. 総合デビューした時の感じで、あの時ももう本当自分の得意な形に先に攻めるような戦い方をしていたので、なんかその頃に戻ったような。いいタックル。これも一発鮮やか。来た、今度も切るか、倒し切った。マウントを取りました浜崎です。マウント取れて返されずにキープできたんで、そこで1本取れればよかったんですけど。狙ってるぞ。上からパウンド残り10秒。狙いますね。あと10秒。浜崎朱加の右手が上がりました。アギラーを完封しました。涙です。今ここで涙です。藤井めぐみさんも涙です。最高だね。やっと待ってたよ。竹内してくれたね。ありがとうございます。私がちょっと勝てなかった相手をしっかり今日勝ってくれたので、もうなんか感情が入り乱れてるというか、今回勝ったのでまたちょっと練習にも付き合わなきゃいけなくなっちゃったので、ちょっと体が衰えないように私もしっかり練習しときます。ありがとう。We drink up here later. I'm grateful that I can continue doing what I love. So I'll have to go back home, think about what's happening, what I need to work on, work harder, and come back. 久しぶりに会って泣きました。泣いてあんまないけど、お今日はやったぜ。泣くなよバカ野郎。試合しろ早くお前も。いいです。本当にここ2試合で自分の成長は
こう感じてます本当に。ありがとうありがとう。9月やな。またちょっと2人で勝てました。本当ね。2人で出たらどっちかがね。またお願いします。女子格闘技のレベルの高さを見せたいです。はい、やっぱりなめんなよって思います。いよいよライジン37メインイベントです。ライジン女子スーパーアトム級ワールドグランプリベスト4へ女子 MMA のネクストジェネレーションの2人です。ブラジルの名門コンストリクターズチームの若き腕十字達人マリア・ラーラ・アルベス・フォントーラ。この長い手足が蛇のように絡みついてきます。まだ強さの底が見えません。そしてまだいろいろわからない、読めない、まるで彼女は異星人。ライジンスーパーアトム級新女王伊沢聖華、日本の超新星対ブラジルの超新星。さあ世界に打って出るのは伊沢聖華かララ・フォントーラか。それから冷静にな、楽しむ何でもできるから、何でもできるからな。いよいよ伊沢聖華が世界へお披露目の時です。さあその第1ラウンドゴング鳴らされました。ベスト4へ残る椅子は1つです。さあいきなりパンチ振りながら入ってきた長身です。引き込んできたラーラ・フォントーラです。腕取ろうとしてます。この長い足。A minha estratégia era trocação, né? Era para mim fazer uma trocação. Eu treinei muito isso, mas chegou na hora eu empolguei ali, fiz o que não era para fazer. 今度来て、13回があるなっていうのは分かってたんですけど、両手入っても足組める、思ったより手足長くてどうしようみたいな気持ちが一番あって、なんかやっぱもう足が長くてクラッチ足組まれちゃってたのが外れなくて、三角十字って感じですかね。普通はこの4の字をしっかり組めないものなんですけど、足が長いのでどうしようって思った時に横津さんとかコロさんとかがもうその動きの指示出してくれて、膝入れてけ、膝入れてけ。股にこう股のところにこう膝を入れる、お尻のこの辺ですから、ここを潰すイメージですね。この辺を押してあげると自分と相手が離れるんです。視点ができる。決められることはないなって思ってます。ただやっぱ下が殴られてるのがすごく嫌で、聖華も多分初めての経験で不安になってるっていうのがすごく分かった。どうしようっていうのがちょっと伝わってきた。伊沢選手のこういうシーンってちょっと見たことないな。そうです、右の十字、左の十字、あと抜けた時の三角の3つどれでもいけるようにラーラ選手は狙って、それをさせないために絶妙な位置で張っておく、止めてたんですよね。張って、ももの裏、横のあたりを膝で打っていきます。足すくわれないようにね、すくわれないように。足をすくいたかったんですよ、そうすると上取れるんです。なるほど。これを聖華させないように、足を遠くしたり、膝をお尻につけて、圧力をかけて。やはり世界にはこういう選手がいます。グレイシー・ジュリエス、そうしたレイオ・グレイシーの直径。さあ伊沢抜けたけどまた焦らずに右の足を押さえつけながら足をしっかり冷静やで、絶対入るから。右手首抱えてますかね伊沢。ガードを抜けて首抱えた時点で勝ったなと思いました。もう今回は絶対腕取らないって決めて試合しました。腕十字すると相手すごいリーチが長かったので、逆に下になってポジション奪われるっていうこととかも考えられたので、もう首で行こうって決めてたので、その通りやったって感じ。うわー、起きるか。入ってますか杉山さん。入ってるピンチダックス、いきなり持ってきて落とした。いやー本当ピンチではなかった。すごい選手だね。高田さん、ピンチだと思いましたよ。いや、その直後だからね。そして泣きじゃくります伊沢聖華。Ela é boa, ela é uma atleta boa, né? Ela ganhou, mas eu não soltei 1% do meu jogo ali dentro. O sonho não morreu pra mim ainda.
Eu tenho que melhorar muita coisa e tenho que mudar muita coisa. Na alegria e na dor. 今日来陣に来てくれてありがとうございました。最後ビシッと決めれてよかったです。この調子でチャンピオンになります。応援よろしくお願いします。姫強いです。何でも強いですよ本当に。何の技やらしてもできるんだ。本当にワールドクラス。世界で本当に通用する選手。絶対誰よりも練習してるんで。もうそれが自信になってると思いますよ。本人は。もう誰とやっても負けないと思います今は。いやー、安心が一番の感想ですね。自分で面白い試合を見せますって言ってたんで、なんかしょっぱい試合して判定とかになっちゃったらどうしようっていうような気持ちがすごいありました。改めて準決勝に残ったのがレーナ、パク・シュウ、浜崎、伊沢となりました。結局女子3試合全部判定です。今回ちょっと判定が多くなっちゃってたので、全体的にもうちょっと決めに行く姿勢が見たかったなって思います。レナ選手がやりたいって言ってたんでやってもいいかなって。これからトーナメント続いていくので、このトーナメントを通して日本の女子格は面白いぞ強いぞっていうところを皆さんに見せたいと思いますので、世界一強いのは伊沢製菓だって言われるぐらいになりたいです。